産声トーク来ていただいてありがとうございます。僕が今回産声トーク主催の松竹梅レコーズの代表も兼ねつつ仙台でラップもやってる、ハンガーです。よろしくお願いします。なんで、今日産声トークという形で、この2本立てできることになったかっていうと、慎吾さんからそのニューヨークのカフェでいろんな話をしてて、僕と書く多分今日、講演されるようなこととかをいろいろ話していただいて、これは絶対東北でやるべきだなと思ってお願いして実現に至りました。ありがとうございます。というわけでこれから産声トークやりますので、皆さん楽しんでいってください。今日本で何が起きているかっていうのをみんな興味あると思うんですけど、僕が個人的に問題だと一番思っているのは、やっぱその意見が分かりすぎていること、情報があまりにも食い違っている、その温度差、または問題に関わる人の距離感だったり、そこでなかなかその真実というか真相はどうなんだ、専門家でもわからないなりにどうなんだっていうことはなかなか整理されてない。そこをまず解消していかないと、イエスかノーかとか賛成か反対かではもう語りきれない問題があると思うんですね。そこで僕が言いたいことっていうのをまとめたんですが、これ言いたいことはね、意見は十人十色でも全員に一理はある。まずこれを大切に議論を進めたいと思います。これだけ意見が食い違ってますね。エネルギーがどうだとか被爆がどうだ、大したことない、危ない、一応いろいろね探った結果、言えることは一理は全員あるんですね。だから完全に自分と食い違う意見を否定する必要もないし、自分と似てても完全に一致する必要もないというか、そういうオープンなスタンスでいきたいと思います。そしてもう一つは、全ては理にかなっている。この理っていうのはどういう意味かっていうと、道理というか、自然の摂理の理でもあるけど、断りと言いますかね。やっぱりこれだけの自然現象の中で、なんだろう、そのエネルギーの問題とか経済の問題とか、はたまたね本当に細かい細胞のね話をして、遺伝子の話をしてっていうのも、やっぱり何らかのルールがあるから、それに沿って起きていることなんですね。だからその現象でああだこうだ言うよりも、その理は、断りは何なんだっていうイメージをまず学ばないと、本当に数値のアップアンドダウンだけで、ああ大丈夫だ、ああ危ないって、そういう一喜一憂しちゃうんですね。だからこの機にやっぱ自分たちの体がどういうような断り、どういうようなルールで動いているかっていうのを無視してしまっては、本当に表面的な部分でその数値だけでああだこうだっていう話になっちゃうと思うんですね。だからそういうアプローチで、非常にアブストラクトではあるんですけれども、こういうイメージで考えてほしいと思います。今その被爆に対する汚染とかで最も語られてない部分っていうのは、その原子とかその人間のねマップだと思うんですね。これが宗教と言います。でこれを見てめまいがする人もいるかもしれないんですけど、僕はその類の人ですね。これは簡単に言うとね、人間の体が何でできているかではなくて、そのおよそ自然界の、地図というか、あいうえおアルファベットです。簡単に説明させてもらうと、これだけのたくさんの元素があります。でもこれは宇宙の中にね、これだけの種類の元素が存在するわけなんですが、構成している材料というか、その具になっているのは全部一緒なんですね。その元素にその電子が回っていて、その核の中に中性子と陽子がお団子になって詰まっている。で電子っていうのも厳密に言うと、その粒というよりかもっとエネルギーの層なんですけど、その、いわゆるエネルギーの塊なんですよ、どの元素も。で構成しているものが一緒だから、お互いにね変わることができるわけですね。要するに水素が他の元素になったりっていうのは、構成しているパーツが全部一緒だから、行ったり来たりっていうのが可能になるわけです。だけど性質っていうのは全て固有の性質があるわけです。
性質は違うけど材料は一緒、こういうことなんですね。だからいわゆるレゴみたいなもんです。ああ、なるほど。はい、でこの表のポイントはですね、じゃあ人間は何でできているかっていうと、ほとんどが酸素、炭素、水素、窒素、この辺まではみんなね聞いたことありますよね。自分の体の一部だから、有機化合物がほとんどである。その中で、ナトリウムであらマグネシウムとかね、電解質って言って筋肉が動く時のイオンだったり、もちろんカルシウムとか骨ですよね。で、こっちに行くといろんな必須元素って言って自分の体の中に必要な栄養素があるわけですね。亜鉛とか銅とか鉄分、大体聞いたことありますよね。みんなサプリとか出てるし。で要素はたまたまその甲状腺が出すホルモンの原材料ということで、要素は体に必要なんです。でこれだけ必要なんですが、このいわゆる酸素、炭素、水素、窒素以外の、カルシウムとかも抜いたとして残りは本当にわずかなんですね。でわずかなんだけれども絶対に必要なんです。それは量じゃなくて絶対に必要だから体が使っていて、その亜鉛なら亜鉛の働きがあるわけです。ただその必要以上にそのものを取ったらそれは毒性にもなるし、非常に繊細なバランスで成り立っているのが人間の健康なんですね。でこれはみんなの体の中で起きていることであって、どの元素も重要だからこれだけ何億年もかけて進化をかけて出来上がった人体の中に必要とされているんです。無駄なものというか無意味なものは何一つないっていうことなんですね。進化の話とかしだしたら本当にキリはないんですけれども、そもそも人間の体っていうのは細胞でできていて、その細胞も何億年もかけて素晴らしい機能を持って進化してきたわけですね。この僕たちは細胞の説明は後でしますけど、その細胞っていうのはその酸素を取り込んでエネルギーに変えてるわけですけど、本来酸素っていうのはすごく毒性のあるものであって、酸化と戦いながら人間は生きています。それは老化と老いていくねプロセスにもつながるし、そういったバランスの中で人間は成り立っているんだよっていうことをまず知ってください。さっきの人を構成してる、はい、紫の四角で囲ってるのが、これがそうですね、はい、人間、おおよそですけど、人間が必要としている元素、それに対象して、要するに今話題になっている汚染っていうのは、この辺の下の方の出来事なんですね。まずウランっていうのがここにあります。原発はウランをね燃料に使っているっていうのはみんな知ってると思うんですけど、一応地球の中で自然界で存在する一番重いとされている物質、そして自然界の中に地球のね地層の中にふんだんに存在する一番重い元素です。でこの元素を燃やした時にまず黄色いもの、核分裂生成物がバッとできるわけです。92が中心でボン、そうですね、分裂すると黄色になる。はい、実際に何がどうなっているかっていうのはウランの説明をこの次にしますけど、一応これだけのものができると。その中でやれセシウムとかストロンチウムとかが話題になって、汚染の話題になってます、ね、でウランっていうのは自然界に存在するまま放っておくと、このオレンジの部分を行ったり来たりして最後はこの鉛になって終わるわけです。要するにほっとけば。ただ人間がこのウラン235というものを抽出して燃やすとこの黄色いものができると。要するにこの黄色いものは全てウランの中に入ってたわけですね。それでいわゆるこの辺の重金属ね、ヘビーメタルですね、この辺のヘビーメタルが体に影響を及ぼしているということがどうやら被爆につながっているんじゃないかっていうイメージですね。だからこれと比べてこれを見ると、およそ人間が必要としている栄養素っていうのはこの核分裂生成物には含まれてないのは、一目でわかると思うんですが、これがその化学的性質によって、例えばカルシウムとストロンチウムは同じ
化学性質を持ってるから間違って骨に取り込まれてしまう。でセシウムっていうのは、この辺のナトリウムとかと同じ化学的性質に加えてアルカリ金属のグループなんですね。でここは一番水に反応しやすいんです。一番だから問題とされている。水に反応しやすいイコール水に溶けやすいイコール細胞に一番届きやすいんですね。そういう理由があってこれだけのタイプの生成物の中でセシウムが一番問題。これをちょっと後で説明します。はい、だからこの図はですね、要するにこれとの違いを大体見てもらえれば分かると思いますね。だからウランは非常に重いものであってその結果これだけのものが生まれている。はい、これ下に行くほど重いということですか？そうです。それは順番に重くなっていって番号ほど。ああ、なるほど。はい、でここでですね、ウランっていうのは何かっていうのをおさらいしたいと思います。ここをね、なかなか語られないままね、そのウランの中身の生成物の話をしてしまっていると思うので、ここをまず語りたいと思います。でまず、これはウランの原産地ですけど、今、カザフスタンで3割以上作られている。その次カナダ、オーストラリアときて、ほんの10年前まではね、ほとんどカザフスタンでは出てなかったんですけど、ここ最近ぐーっと上がってきたんですね、中央アジアの。で日本の政府も電力会社も、企業もみんなここに莫大な投資をしているわけですね。でそこからウランがとりあえず生産されている。まず天然のウランを採掘して岩じゃないですか。その岩の中に含まれている天然ウランは数パーセントとか、多い場合はもうちょっといくんですけど1割とか、その天然ウランを砕いて集めると、割合としてはウラン238が99% 以上、その中にウラン235というのが 1% 以下で存在するんですね。でこれが天然ウランです。でこのウラン235という同位体がその核分裂を起こすので核エネルギーに必要なんです。で同位体というのはさっき言った核のお団子の陽子と中性子を足した数なんで、基本的に同じ元素なんですけど核の安定度が変わるわけですね。中性子の数が抜けたり増えたりすることによって、とりあえずメッセージとしては人間が必要なね、核分裂必要なウランというのは 1% 以下である。これが大事なんですね。要するにこのウラン235が必要なので、それを濃縮することによって、5%、3%、5% ぐらいまで濃くした。これは別にこれが緑に変わったわけじゃないんですよ。ただ割合を増やす、濃縮することによってウランの燃料ができます。その濃縮をずっと続けていって8割9割ぐらいまで集めたら核兵器になると。要するにこの濃縮の技術っていうのは基本的に一緒なんですね。だからいろんな国が核エネルギーのためですと言っても、その濃縮の技術を手に入れることは、核開発をすることは簡単なので、すごい脅威になるし政治的な問題にも発展するわけです。はい、そのウランを濃縮するっていうのはこういうことですね。 1% 以下のものをどこまで増やしていくんだと。はい、でそのウラン235を核分裂すると言いました。それが核エネルギーなんですけど、簡単に説明すると、ウラン235の核に中性子を打ち込むと中性子も2個3個出るしエネルギーも出すし、そこで割れるわけです。ボコッと2つに、ね、それがさっきのウランを割った時に出るのがこの黄色全部がこの核分裂なわけですね。でこれを中性子がまた出るので何回も繰り返しやっていくのを臨界って言って、核分裂のいわゆるチェーンリアクションなんですね。それによって熱を保ち、爆弾の場合はそれがバーッと1秒間のうちにもうすごい数の核分裂が起きて爆弾になるっていう、そういう仕組みなんですね。なるほど。でこれが何で大事かと言いますと、要するにその核分裂の応用を使って、これが原子力の兵器になったわけですね。それは広島でも使われましたけど、でここで重要なのが先ほどね半学の質問でありましたけど、
この中性子出るじゃないですか、ウランを割った時に。その中性子がこの青い方に当たるとある過程を得てですね、中性子がウラン238の核に吸い込まれるとプルトニウムに変わるんですね。この青い方がプルトニウムになるんです、中性子を吸い込むとね。でそれプルトニウムにももちろん同位体が何個かあるんですけど、そのプルトニウムを再処理することによってプルトニウムだけを集めて、そこで、プルトニウムの爆弾ができると、こういうテクノロジーなんですね。でこれ今まで一連のね説明をして何が言いたいかというと、この原子炉というね世界にウラン235をこの程度まで薄めてっていうか濃く濃縮した後この程度でキープして、それを燃やしつつ中性子を出しつつ、ウラン238をゆっくりプルトニウムに変えていくっていうテクノロジーが原子炉なんです。なるほど。わかる？プルトニウムを作るために原子炉を開発したんです、人間は。プルトニウムバイオシステムなんですね。でこれが1943年、原子力爆弾を開発するね最中でできたテクノロジー。こっちの高濃縮ウランの方ははい核兵器はいで、下の流れが原子炉。そうですね。だからこれも核兵器のためにプルトニウムを作るために原子炉が存在したわけです。ああ、なるほど。はい、でこれが戦後、50年代になって、じゃあこの原子炉にタービンをつけよう、それで原子力エネルギーが生まれたわけですね。もともとはそのプルトニウムを作るための原子炉、そこにエネルギーを作るように電力を生み出すように原子力の平和利用といって、そこにタービンをつけてできたのが原子力発電所なんですね。ああ、原子炉と原子力エネルギーは、その発展系。そうです。発展系なんです。全く同じなんですね。で、さっきから「で」って何回も言ってますけど、ここでプルトニウムを作る燃料を、軍事の目的のために比較的早い段階で、そんな何年も、待たないですから、比較的フレッシュな燃料を溶かしてプルトニウム出すんですけど、その電力の場合はわりかし何年も燃やした使用済みの燃料から、じゃあこれを溶かしてプルトニウムを抽出しましょう。これがいわゆる再処理。基本的に軍事と目的は一緒なんですけど、プルトニウムを出す。でそのプルトニウムを今度はそのさっきのウラン燃料の代わりにプルトニウムを入れて、残りはそのウラン238で、これをいわゆるモックス燃料っていうんですね。モックス燃料、名前は聞いたことあると思うんですけど、でこれを一般の軽水炉、今回の福島の3号機もこれだったんですが、実際に原子炉には入ってなかったんですけどね、でも使っていた。そしてこのモンジュとかいうに代表される高速増殖炉、これに日本のエネルギー産業を持っていこうとしてたんですね。要するにモックス燃料を燃やせる工場を作って、それを基本日本のエネルギー需要を賄うように目標を立ててたわけです。その夢は頓挫しつつあるんですけど、まだ潰れていない。でなんでこれが大事かっていうとですね、これが完成したら、このプルトニウムを燃やす過程においてウランの238がだんだんプルトニウムに変わっていくんですよ。そうするとこのウランを半永久的に使い回すことができる。要するに燃料が無限になくならないわけです、そのウランが存在する代わりには。要するにこの状態だと、これをもちびちび燃やしているだけで、これはエネルギーの出力にはあまり貢献していないんですね。この緑の部分を燃やしているだけだから。でもモックス燃料まで持っていくと、これを燃やしつつこれも燃料に変わっていくと。だから夢のような技術なんですね。これを目標にモックス燃料もプッシュしてるし、再処理も必要だっていうことだし、自国でできるようにして、これを核エネルギーのサイクル、核燃料サイクルと呼んでいます。はい、
ウランとねプルトニウムは何なのかっていうこの関連性をまずなかなかね教えていないのは俺は問題だと思っていて、ウランはプルトニウムから作るものなんだよだし、通常の原子炉でも普通に生まれているものだから再処理の時にこれを抜き取ってじゃあ MOX 燃料を作りましょうっていうのが日本の狙いだったわけです。そしてフランスもアメリカもそれをやろうとして今はもう全くやめている、そういう状態ですね。はい。で補足としてですね、この青い部分、さっきエネルギーには使えないって言ったじゃないですか。だけど一般的には核分裂は起こさないんですけど、ウランは重いし高密度だし、これは何か使えるんじゃないかってことでアメリカの軍隊がですね、その弾頭の先っぽに使ったり、戦車の装甲に使ったり、その弾丸弾薬とかに使ったりしたわけですね。これを総じて劣化ウラン弾って言って、ウランをマテリアルとして使っている武器なんです。だから重いから緻密度も高いから物の貫通力も強いし、装甲としても守る力が強いと。ただそれが燃えた時にですね、やっぱ空中に舞ってそのウランが水に入ったりだとか環境に入って二次的に人が被害を受けたり、その燃えたカスを吸ってしまって兵隊さんが病気になったりっていうのが続出してるんですね。これがそのさっき言った森泉さんとかがドキュメントしてきたウランによる劣化ウラン弾による汚染なんです。これはこれですごく深刻な問題なんですね。はい、なぜそれほど高エネルギーのものを人間が電力のために扱っているのかっていうのは、もともとこういうプルトニウムを作るためのものにタービンをくっつけたようなものだから、ね、これはプルトニウムを生むことが目的だけど、その他のことあんま考えてないわけですよ。副産物として廃棄物のこともあんま考えてない、その汚染のこともあんま考えてない。ましてやですよ、その核分裂を起こした時にどんな生成物ができてそれをどうするのかっていうのをあんまり考えてないわけですよ。当時はこのプルトニウムが欲しいがために原子炉を作ったわけですから。それが今になってエネルギーのために平和利用してしまったがためにこういう問題がつきまとっている、そういう背景があるわけです。背景がいいですか、こういう背景をね念頭に考えていきたいと思います。はい、それではじゃあ先ほどセシウムとかみんなが新聞でよく見る名前、なんでセシウムかっていうのをもう一回ね考えたいと思うんですね。でまずこういったチャートがあるんですが、これは元素の種類を見せてるだけで何がどのくらい出るか、そして、皆さん聞いたことあると思うんですが、その半減期、何がどのくらい環境に残るかっていうのも考慮しなきゃいけないんですね。はい、これは簡単な分布図なんですけど、要するにウランを2つに割るから山が2個できるんですね。で量はねだいたいこんな感じとして 100% に対して 5,6% できるわけですね。でその中でセシウム134、137がね騒がれてますけど、でこれは半減期ですね。ここの面をね1日10日100日1年10年ってやってますけど、まず半減期的に時間が経つについて残っていくものっていうのは限られてくるわけですね。で当初これだけ割れたものも全部ベータ崩壊をしながら別のものに変わっていって最終的に安定するわけです。でこのベータ崩壊をする際にベータ線を出してガンマ線というエネルギーを出す、そういう仕組みですね。でほとんどがベータ崩壊です。ベータ崩壊っていうのはどういう崩壊の他にアルファとかですか？そうですね。だからベータ崩壊というのはその原子の核の中というか原子からその電子と同じエネルギーのものがピュッと出ると、一つ電子が一つ失われるっていうことがベータの崩壊と言います。で崩壊をすると別の元素に変わるんですね。対してプルトニウムをすごく長い時間がかけて崩壊していくんですけれども、そのウランはアルファ線を多く出すわけですね。
それこれラドンとかは半減期を短くてアルファ性も出すから問題があるという、そういう流れです。でプルトニウムはまあ2万4000年ということですね。でこれが何を意味するかっていうのを半減期というね視点から考え直さなきゃいけないんですね。でこれは非常に大事なので説明させてもらいます。でまず半減期というのは、まあ、これはセシウムを例にしたら30年が半減期、つまり半分になる。でこれがまあ2倍3倍となるについて半分半分半分なっていく。でまあ大体4倍5倍半減期になったらなくなる、まあ、これはみんな知っていることだと思うんですけど、それが人体とねどう影響があるかっていうのはここで接点が生まれるわけですね。まず短い半減期っていうものは、まあ、例えばその要素が8日だと、要素131が8日だから短い半減期であるってことはわりかし環境から早く消えますよね。ということは長い目で見てそんな心配しなくていいってことになります。ところがその短い半減期のものっていうのは体の中に入って短い半減期っていうことはそれだけ速いペースでその崩壊をしながらエネルギーを放出していくわけですね。だから短い半減期のものっていうのは体の中に入った場合内部被曝っていうんですけど、内部被曝を起こす場合は短い半減期のものほど危ないんです。それだけエネルギーを多く早くリリースしていくから、そういうことなんですね。そういう理屈なんです、はい、なるほど。で対してそのセシウムのように30年間長い半減期のものがあるとします。でこれは内部被曝は比べた場合ね、短い半減期のものと長い半減期のもの、比べた場合同じ量を同じ時に吸ったら短いものの方が確実に危ない、ところが長い半減期のものが汚染されていてそれ1回じゃなくてその中に住んでいる場合、そうすると慢性被曝だったりその生物濃縮っていう問題が出てくるわけですね。その中に住んでいったら遅い半減期のものでもまあ比較的ちょっとずつ毎日吸っていれば、それがまあ内部被曝も慢性的になると足して総じてすごくそれだけの量が増えるってことですよね、だからそういう長い半減期のものはその中で生活をしてしまっては直接的にも慢性的に被曝するかもしれないし間接的にも、生物濃縮っていって、自分の食べ物に入ってきてしまう、それが一番個人的には危ないと思ってるんですけど、その食べ物の中にこういった放射性物質が入ってきてしまうってことなんですね。積もるって感覚で違うんですか？その長い方は積もる。そうですね。だからこの環境の中で消えていく中にもその中にいてしまってはそういうチャンスが増えるっていうことです。だから無視はできないっていうことですよね。だから先ほどのチャートを見ると例えば今はね、大体1年ぐらいじゃないですか、事故から。だからその事故当時に作られていた燃料は大体今もうこのくらい今この層にあるわけですよ。そしてその何年間も保管されてた燃料っていうのも大体1年から10年ちょうどこのね層に当たるわけです。だからそこにセシウムがふんだんに含まれているということになっちゃうんですね。これは簡単なコンセプトとしてもう一つ生物学的半減期っていうのがあって、その環境の中にねある半減期とは別に体の中でどれだけのスピードで抜けていくかっていうのもその元素によって全然違うんです。それは何でかっていうとさっき言ったみたいに科学的な性質によって全部違う、ストロンチウムは骨に含まれちゃうから元素によっては何十年も体の中に残るし、大体セシウムっていうのは環境の中では30年かけて減っていくけれども体の中に抜けていくスピードっていうのは70日から100日ぐらいって言われてるんですね。はい、抜けていくんですか？そうですね。だからそこでイメージとしてすごく大事なことをお見せしますが、はい、要するに人間は空気を吸ったり物を食べたり飲んだりすることによって体の中に入ります、ね、でこれが消化器あるいは肺を通して血液に入ってこれが体中に巡って
その中で不必要なものがやれ肝臓や腎臓やらでフィルターされて、また最後に排泄される、人間は筒みたいなものですから、どんどんいらないものをね排泄していくっていうことがいかに大事か分かると思うんですけど、これは放射性物質に限ったことじゃなくて、この循環を見ていくと逆にね、いかにそのセシウムとか水に反応して水溶性が高いものっていうのが体全体に行き渡ってしまう理屈があるかっていうのが大事なんですね。逆に水に溶けないものっていうのは比較的早く消化器から抜けていくわけです、ね、でこの図のもう一つ大事なところっていうのはやっぱり入ってくる経路と一緒に出てくる経路っていうのも分かってるわけですから、その体の汚染度っていうのは大体その尿とか血とかを取れば大体分かると。その体から出ている放射線だけじゃなくて、そういうサンプルを取れば数値っていうのは必ず分かるんですね。だからこういうイメージで考えてもらえればと思います。これは例としてね挙げさせてもらいますが、これなんかは1964年に日本人の血液にセシウム137がどれだけ入ってるかっていうレポートを日本の政府がまとめてアメリカに提出したものなんですが、これは64年なんで原子力も始まる前の時代にすでに核実験によって日本人の血にはセシウムが入ってたってことなんですね。で、このレポートの内容はどんなものかっていうと、その秋口に新しい穀物を食べて冬にそれが上がってとか事細かくその実験のね対象になった人のデータを元に作成されているんですが、そういうアップダウンの中でその体がバランスを保っているっていうイメージを残してくれればいいと思うんですけど、要するに汚染はこういう60年代からすでにあったと。その中で人間は原子力の核実験もそうだし原子力エネルギーも含めて生きてきてるわけです、はい、これは爆弾の影響のそうですね、レポート。明らかにそうです、はい、あとこれだけのデータをねその何十年間も掘ってみて言えることは、記録っていうのは本当にたくさんあるんですね。実際にどれだけの被爆が体に影響あるかっていうのは今は実際知らないって言ってるけど、実は実験すでにたくさん知ってるんですね。その結果内部被爆というものの実情がこれだけ開きがあるっていうのは、なかなかそれを認めたがらない理由がたくさんあって、もちろん政治的な理由とかもたくさんあるんですけれども、僕がフォーカスしたいところはやっぱその細胞とかそういう概念としてどういうことが起こりうるかっていうのをまず知った上で、その量とか汚染のレベルについて考えるべきだと思ってるんですね。実際に何が確実かっていうのはその仕組みをまず分からないことには本当に量だけで判断されちゃうと思うんですね。じゃあ実際に何が起きるかっていうのは、その細胞というものを見て初めて分かることがたくさんあると思うんですね。でそもそもなんでそのベータ線やらアルファ線やらガンマ線が問題か、そこにフォーカスしたいと思います。その人間の細胞っていうのは大体1から10電子ボルトで活動しています。これが自分たちのアベレージの、消費しているというか活動している範囲なんですね。でアルファ線とかベータ線っていうのは何万倍も強いエネルギーを瞬時に出すわけです。でこの瞬時の強いエネルギーを浴びることによって人間の細胞が切れてしまったり影響を受けたりするっていう、こういうエネルギーの強い低いなんですね。だからエネルギーにいいも悪いっていうのもないから、やっぱり強いか弱いかで影響を受けるか受けないかが変わってきてしまう。でこの中にはガンマ線とかあるし、その宇宙から来る宇宙線とか、こういったものをガイガーカウンターは反応して見せてるわけですね。これエネルギーを測ってるんです。でこのエネルギーの下の方に行けば携帯電話とかラジオとかテレビの周波数もあるし、全部電磁波なんです。エネルギーの差なんですね。だから放射線っていうのはたまたま出どころは細胞なんですけど、出しているものはエネルギーであると。それは電磁波というか、そのエレクトロマグネティックっていう
そのウェーブとしてね、そのエネルギーのね波として考えられるんですけど、とりあえず人間の活動からこれだけの差があるってことなんです。でここで鍵なのが電離放射線っていう言葉なんですね。同じ放射線でもこれより上っていうのは全て電離を起こします。電離を起こすっていうのは電子を吹き飛ばす力があるってことなんです。それだけ強いってことなんですね。でその電離を起こすことによってさまざまな弊害が起きるんです。だからこの電離放射線っていう言葉を使わずして放射線の被害っていうのはなかなか語れないんですね。これは外部被曝も内部被曝も含めて。でこれもさっき言ったみたいに、これは70年代にねすでに出てるデータなんですけど、これはアルファ線が空気中ではこれだけ、何センチか飛びます。そして細胞の中ではほとんど飛びません。1ミリも何ミリも飛びません。だけど電離をこれだけ起こすよって言ってるんですね。要するに分子から電子を吹き飛ばす力があると。対してベータ線っていうのは空気では、何メートルも飛びます。その細胞の中では数ミリから数センチまで飛びます。そして電離の数はアルファ線ほど全然強くないんですね。アルファ線の方が大きくて強いから。だけれどもこの表が何を意味しているかというと、例えばじゃあストロンチウムがカルシウムと間違えられて骨にたまる。その骨にたまったところから数ミリの、ベータ線の力を出す。でそれがたまたま骨髄とかに当たっちゃうとやっぱり骨の病気とかになる。そういう全てステップを踏んで起きる出来事なんですね。はい、対してアルファ線を出す、ウランとかプルトニウムをね肺に吸い込んだら危ないよっていうのはこういうことなんです。これだけの電離を肺の中で起こしてしまう。はい、じゃあ電離が何を起こすかっていうところを考えたいんですが、これは細胞ですね。要するに強いエネルギーが当たることによってまずは直接的にこういった細胞の中の必要な要素がダメージされてしまうっていう、可能性があります。あるいはその間接的にそのエネルギーが電離を起こすって言いましたよね。だから電離を起こされたものっていうのはイオンになって、活性酸素っていうんですけど、要するに電気を吹き飛ばされたものがまた他のものにくっついてそのくっついたものを壊してしまうって、いわゆる情報のね流れの滞りをすごく悪くしてしまうんですね。だからそういう間接的にダメージを起こすと、エネルギーを浴びた水が分解されてその分解されたものがまた他のものにくっついてっていう、イメージ的にはその砂鉄の中に磁石を投げ込んだようなことになってしまう。瞬間的に。でその瞬間的に起きたいわゆるこの細胞の中のねダメージ、あるいはこの細胞の核の中に含まれるこの遺伝子のダメージ、これをどう対処していけるかっていうのが被爆に対する人間の体制なんですね。ここが要するに議論になってるわけです今。わかりますか？わかります。はい、だから遺伝子っていうのを、遺伝っていうのもね自分の子供に伝わるものだけじゃなくてこの遺伝子の中に全部含まれてるわけですから、この遺伝子抜きには人間は生きていけないわけですよね。その細胞がどんどん新しくなって古くなって捨てられてっていうサイクルも全部遺伝子でコントロールされてるわけですから、わかりますよね。だから遺伝っていうとなんか次の代に必要な情報っていうイメージがあるんですけど、自分の体の中の遺伝に不可欠なものなわけですから、ここの遺伝子が狂うといろいろな問題が起きてしまう。この細胞分裂を繰り返しているのが人間の体なんですね。はい、でどんどんミクロのね世界に入っていくのは気づくと思うんですけど、こういう DNA に関しても人間はこれだけ何億年もかけて免疫っていうものを作ってきたわけだから、あらゆる攻撃にも慣れてるわけですね。だから DNA が1本切れただの2本切れただのいろんなシチュエーションに対して免疫があるんですね。だから DNA が切れて治ればそれに越したことはない。壊れすぎてこれはもう修復不可能だって判断されてちゃんと捨てられます。それも問題ないんです。問題があるのは壊れたのにちゃんと治ってなくてそのエラーが残ったまま、どんどん残っちゃう。
または細胞がそのまま複製されていってしまう、ひっついちゃった細胞分裂を起こしてしまう、はそこにエラーが残ることによっていわゆる腫瘍やらね、がんにつながるよっていう、こういう一連の流れなんですね。い、だからここがいわゆる議論になってるわけです。どれだけが大事かどうか。で最後に1枚だけもうちょっと難しい話を見せたいんですが、これとかも例えばその推進派の人たちが見せる図なんですけれども、ある程度のね細胞のダメージは回復します。だけど一定の量を超えちゃうと細胞が完全に壊れて治りませんよっていうんですね。だからこの議論を使って逆に一定の以下なら大丈夫っていう説明をするわけです、彼らは。それは間違ってないんですね。と同時にその遺伝子に関してももうさっきの自分が作った図とほとんど一緒なんですけど、その仮に遺伝子が壊れてもちゃんと修復する機能があって、壊れたものはちゃんと捨てられて問題ないですよ、そういう機能がありますよっていうんですね。だけど万が一その変異した DNA はそれはがんになりますよ。でもこっちの理屈と一緒で、ある一定のレベルまでは大丈夫って、そういう境界線を作って説明してるわけです。でこの図は間違ってはないんですけれども、実際はこんなにねシンプルなもんじゃないんですよ、細胞っていうのは。その細胞の中でどうやって DNA が修復されてそれが守られていくかっていうのはどれだけ複雑かっていうと、これぐらい複雑なんですね。これはイメージとしてだけ見てもらえばいいんですけど、これだけの情報伝達の上に成り立ってるわけですね。でこれも細胞のエネルギーがどのように、これだけコンピューターチップぐらいに精巧な細胞を私たちは全員持ってるんですよ。すごい小さい世界。そうなんですね。だから実際にその DNA の修復機能っていうのも素晴らしくあるんですけれども、じゃあその修復機能自体が壊れた場合どうなるかっていうのは誰にも分からないわけですよ。分かりますか？だから細胞とか遺伝子っていうのはちゃんと守る機能がついています。免疫もあります。何重にもあります。ただ万が一でもその何重にもある修復機能が、それ機能自体が失われた場合何が起きるかっていうのは保証は何一つないんです、ね、だから実際に人間のねこういうマクロな社会でも同じことがありますよね。こういう安全装置がついてますっていうのは説明にならないんです。それが自体がダメになった時はどうするんだっていうのが本当の質問なんです、ね。わかりますか？わかります。これは細胞の図なんですか、それとも DNA の中の図なんですか？これ。いやこれはだから細胞の中でその DNA とかが外から影響を受けたときにどのように対処する情報システムかっていうのを事細かく書いてるんです。これだけの情報伝達が行われて最終的に細胞がちゃんと死にますよとか、捨てられますよとか、これだけのプロテインとかね情報伝達物質を交えて細胞っていうのは生命を維持してるんです、これだけ難しいことなのね。だからすごく長くなりましたが、結局だからウランを燃やすことによって核分裂生成物ができて、その核分裂生成物がベータ線を放射し、そのベータ線は電離を起こして直接的あるいは間接的に細胞そして遺伝子に影響を与え、そこを免疫がカバーするんですが、それが万が一うまくいかなかった時に細胞に異変が起きるよっていうことなんです。それによってさまざまな病気が考えられるよって話なんです。このミトコンドリアっていうのが細胞の中のエネルギーをね作っている電気発電工場みたいなもんですから、これが潰れるとエネルギーが低下するんですね。そうするとやっぱり普通に生活する中でエネルギーがどうしても出ない、慢性疲労になっちゃうとか、そういうことがいろんなシナリオが考えられるんですね。でここまで長々と説明しましたが、もうちょっとマクロのね話をしたいと思いますね。ミクロの話をしたんですが、最終的にはやっぱりじゃあ何を意味するのかっていうのを考えなきゃいけないですね。でここでこういう表を作りました。先ほど言った電離とかもそうだし、その人間がね酸化を起こすっていうのはある程度ダメージにつながるんですね。で酸化っていうのは何も酸素がくっつくことだけじゃなくて、
その電子が奪われることを基本的に酸化と呼びます。でそこで見てほしいのが、要するに活性酸素とかフリーラジカルと呼ばれるそのイオン化され電子が吹き飛ばされたために他のものにくっつきやすい、他のものにくっついてダメージを間接的に起こしやすい、こういったものを酸化の、物質だとします。でここに、タバコに代表される、タバコだけが悪いってわけじゃないですけど、タバコに代表される酸化物質を多く生むもの、または刺激物、そしてここに最後に精神的なストレスあるいは肉体的な負荷を酸化を増やすものとして考えます。でこっちに抗酸化物質あるいは抗酸化の作用、人間の細胞にはもともとさっき言ったみたいにその酸素をの毒性を抑える機能というのがあって進化してきたわけだから、抗酸化する作用があるわけですね。その抗酸化作用または抗酸化物質がこれでバランスを保っている。そしてこういったダメージを与えるものに対して栄養素やらビタミンやらがあり、そしてストレスとかに対してはちゃんと適度な運動をして休養を取ることがバランスを保っている。でこれはなかなか抽象的なものなんですが、例えば精神的な影響っていうのも必ず脳みそを通って通過して内分泌系に影響して、そのホルモンのバランスに具体的に肉体的に反映されたり、決して形のないものじゃないんですよ。精神というものは非常に体に常に反映されている。そうですね。だから全く結局最終的には同じことが体に起きるわけですね。それに対してやっぱり人間はちゃんと睡眠をとって精神的にも落ち着くことによってちゃんとバランスを保っている。でこれが一つのメッセージとしては、人間はこういうバランスの上に成り立っているということなんですね。健康を保つ上ではそれ減点式でもないし加点式でもないし、バランスを保つ行為そのものが健康であるということなんですね。だからもちろんバランスが傾いたままバランスを取っちゃってる人もいるし、そういったところでいかにこっちのオレンジのものだけじゃなくてグリーンのものが大事かっていうイメージを持つことが大事なんじゃないかと思っています。そこではさっき説明した放射性物質による酸化を起こすと、じゃあ果たして人間はちゃんとそれに耐えられるのかっていう耐性の問題が出てくるんですよ。でここで一つ言いたいことは、今まではこの放射性物質の影響が何らかあったとしても全部こっちのせいにされてきたんですよ。例えばチェルノブイリの時もそうだし、核実験の時もそうだし、今もそうだし、いやタバコ吸ってる人は肺がんどうせになるんだからこれは関係ないよって言ったり、ウォッカの飲み過ぎだとか、やれストレスしすぎてるからどうせ病気になったの、とりあえずこっちのせいじゃないよっていうこれの影響が相乗効果的にあって健康を崩れてるかもしれなくても、因果関係が証明されてなかったら全部こっちのせいにされてきたんですね。それが一つ、これの放射性物質イコール病気っていうんじゃなくて、これが加算された時に人間は免疫をちゃんと保てるかっていうことが鍵だと思うんですね。バランス。そうです、バランスです。と同時にやっぱりこっちの方を無視してはしまっては放射性物質の量だけで自分の健康なんて到底守れないんですよ。やっぱちゃんと食生活をちゃんとして運動とか休養も適度に取らなければ自分の免疫が低くなってしまって、低くなるどころか本来ある免疫を邪魔してしまって、こういう酸化とかに体の酸化に受け入れちゃう、その抗体を自分からギブアップしちゃう状態になるんですね。だからこの図を持って僕が言いたいことは、こういうことをしてれば放射性は問題ないよって言ってるわけじゃないんですね。逆にこれだけの放射性物質は全くこれだと一緒の害であってってそういうふうに比べてるわけでもないんですね。ただ大まかにその人間の体に酸化を起こす、ダメージを起こす、老化を促進させる要素に対して自分たちはこういう免疫もあります。だからこれだけで考えてもダメだし、こっちも忘れちゃいけない。こういう大まかに考えていけば、仮に放射性物質が自分たちの体内に入っても実際に何十年間も生きてきたわけですから、その汚染と自分たちがちゃんとこちらの方をキープできていればなんとかバランスは
対策として保てるんじゃないかっていうことなんですね。でアプローチとしてはこちらの量を極力減らすことは当然のことだし、これ以下なら大丈夫っていう考えでは、間違ってると思うんですね。はい。ですからこういうイメージで考えたときに、その先ほどね見せたビデオもそうなんですけど、その細胞のレベルで何が起きているかっていうのは本当にその個人のね免疫力にもあるし、一概にその誰のね全員にとって同じレベルが同じ影響があるとは限らないんですね。だから何が言いたいかというと、その放射線の影響っていうのは必ずあります。影響がないっていうのは絶対に嘘です。その代わり影響が出るか出ないかっていうのは個人差によって非常に違うわけです。わかりますか？その影響が出るか出ないかの話なんですね。あるかないかっていうのは絶対にあるんです。それは放射性物質に限った話じゃないし、これだけのエネルギーが体に入ったらこれだけのことが起きますよっていうのは当然分かってる。何十年もかけてそれだけ強いエネルギーだから消えて無になるわけは絶対ないじゃないですか。だから逆にこれだけのエネルギーを体が吸収した時にどれだけ免疫を保てるかっていうことがちゃんと議論なされるべきなんですね。ただこういう話をいや修復機能あるから大丈夫、これ以下は影響ありませんって片付けちゃってるのが今の、原子力産業もそうですし、ニュースとかメディアも共通して言えることなんですね。そこでそのシーベルトとかのスイッチアップアンドダウンだけで決めちゃってるっていうのが問題なんです。メッセージとしてはこれだけね精巧な人間のね不思議があり、そういう女性が命をね育んでいくっていう神秘があって、それが遺伝として新しい命になる奇跡があって、こういった宇宙の中、その人間の中の宇宙の中でその放射線というエネルギーを投げ込んだらどうなるかっていうのはある程度科学的には予想がつくわけですよね。そこでそのシーベルトという単位を使って、その産業の中で使われている単位を使ってこれ以下は影響がないって言い切るのはまず間違ってると思うんですね。影響は何らかの影響はあるけど極力下げた上で、あとは自分らの免疫をちゃんと保ちましょうっていうのが俺は正しいアプローチだと思うんですね。だから全体の印象を見てると、もしかしたらみんな外部被曝については騒ぎすぎかもしれないし、内部被曝については騒がなすぎかもしれないですね。そう思ってるんですね。だから例えば空気線量とか測ってそれだけのガンマ線とかが飛んでて体にねどれだけ影響があるかっていうのは実際わからない部分もあるんですね。急性被曝を起こすレベルじゃない限り。そういう意味でああいう科学者が言ってることは正しいんですよ。と同時にこの内部被曝っていうものに関しては今まで全く真剣に捉えてこなかったわけですから、本当はデータはあるんですけれどもそれがなかなか反映されてないんですね。だからことに同じシーベルトを使ってもそういう赤ちゃんとかはねどうするんだっていうことでかろうじてじゃあ20倍とか言ってますけど、ある程度は本当に当てずっぽなんですね。なんでかっていうと、もともとシーベルトっていう単位はどれだけのエネルギーを吸収しているか、いわゆる吸収線量といって、これだけのエネルギーを吸収したらこれだけのダメージがあるよっていう計算なんです。だからエネルギーの吸収した量で決めているから、実際に細胞の現場で何が起きてどれだけの遺伝子が壊れてっていう計算じゃないんですね。だからそこは大まかな換算になっちゃってるわけです。エネルギーの量で決めてるから。だからこれだけ細胞とか遺伝子の現場で何が起きてるかっていうのは研究ですごく進んで分かっているんですが、なかなか反映されてない。そこに溝が生まれてるんですねっていうことだと思うんですよ。だからその溝を解消するためにはやっぱり病気になるまで待ってほらっていうんじゃ遅いから、まずは自分たちの健康を能動的に守るのが大事だと思うんですね。だからそこでいろんな意見の食い違いが出てくると思うんですけど、やれ染料でねすごく神経質になってしまったり、だけど本来ならこういう汚染を出さないっていうのが当然の話なのにこういうふうになっちゃっている。じゃあやっぱり食品を管理する人はそれだけ責任を持って出すべきだし、その食べる人が全部計算するなんて無理な話ですから。だからある意味ねもう結果的にこうなっちゃってるっていう部分がたくさんあるんですよ。もう結果的にみんながちょっとずつ被曝をしてって、
結果的に大半の人は平気でも少数の人が病気になるかもしれない。でこういうことがもう何十年も起きてきての今なんですね。何も新しいことじゃないんですよ。はい、だから総合的に言えることは、ちょっと数値だけでジャッジもできないし、こういう仕組みを分かった上でちゃんと語っていければ、もうちょっと具体的な話ができると思うんですね。その理屈のとこを知らないと、じゃあなんでセシウムが他のものより危ないのっていう話も全くちんぷんかんぷんのまま進んでいくじゃないですか。でもそれにはやっぱりその理由があって、これだけのものを出してるんだよっていうのをね、ちゃんと説明してからやっていけたらなって思ってます。最後に一つだけ言いたいことは、やっぱりその元はね、このウランをそもそも燃料と使っていることによって、二次的にこういう核分裂のねゴミを扱うことになって、それが外に漏れちゃった場合はこんなシナリオがあるよって、どんどん問題が増えていくわけです。だからウランを使っていることがいかに問題かっていうのは、そこを振り返らないといけない。それだけエネルギーも詰まってるからエネルギーも生むし、発電しているっていう意味ではすごくパワフルなわけじゃないですか。それだけ重い元素だから。だけどその他の問題もそれだけ付きまとうよっていうのはもう初めから分かってたことなんですね。それがメッセージが一つ。もう一つはさっき言ったバランスの問題。やっぱりこれだけのことが起きてしまった以上、我々はそういうネガティブに捉えていってしまっては自分たちの体が危ない。だからそこら辺をポジティブにね、うまく変えていけたらなと思って、友達に書いてもらった書道がこれです。はい、ウランじゃダメ、ウランがダメって言ってんじゃないんですよ。ウランじゃダメっていう、そのニュアンスなんですね。ウランを燃料に使うことによってこれだけの問題を招いてしまっている。果たして人間はそれを管理することができるのか、果たして人間の細胞はそれまで耐える力を持っているのか、それを根本的に考えないといけない。じゃないとシーベルトアップアンダウンだけ大丈夫大丈夫大丈夫って言って片付けられちゃうんですよ、ね、あれだけ150マイクロ出てても平気って言い切る学者がいるんですからねって思うんですね。と同時にやっぱそのネガティブなね、今更そのさっきの公務員の話じゃないですけど、そういうネガティブな感情を出すことによって俺はあんまりいいことは生まれると思わないし、ここから能動的にどれだけ関わっていけるかと変わっていけるかっていうのが鍵になると思っています。はい、ではお後がよろしいようで、とりあえずプレゼンはここまででちょっと難しい話もかなりあると思うんですが、で僕もすごい勉強中なんですけど、大体こういうところが問題じゃないなんじゃないかなっていうのを整理した結果はこれなんですね。だからすごく突っ込んだ話になっちゃうんですけど、やっぱ突っ込まないと説明つかないっていうところが多々あるんですね。はい、残り時間ちょっと10分弱しかないんですけど、そうですね、質問ある方。